みんなお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。今回は新作アニメ超オープンワールド収集型 RPG や着せ替えコーデで大ヒットを生んだ開発会社が手掛けるステルス探索型 RPG、さらにアンリアルエンジン5を採用した本格都市型オープンワールドオンラインマルチアクション RPG など5本紹介します。チャンネル登録まだしてないって方はぜひチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは早速見てまいりましょう。一つ目のタイトルはデミスリボーン。リリース日は未定。ジャンルはオープンワールド収集型 RPG。開発はネットマーブル。プラットフォームは iOS、Android、PC。本作デミスリボーンは練り込まれたシナリオや豪快なアクションが特徴的なオープンワールド収集型 RPG ということで、2022年実機デモが公開され、本チャンネルでも当時グランドクロス S のタイトル名で紹介していて、このタイトル名を聞いてピンときた視聴者の方もいるかと思いますが、このタイトル2023年8月9日にリリースしたグランドクロスエイジオブタイタンの世界観をベースとした作品。そもそもグランドクロスって何ってとこなんですが、ちょっとビジネス戦略的な話になっちゃいますが、ネットマーブルが推進しているプロジェクトで様々なプラットフォームを横断的にクロスメディア展開し、お互いのシナジー効果を効果的に生み出し、自社の IP で巨大な世界観を構築するという目標のもと、その第一作がグランドクロスエイジオブタイタンで、そんなグランドクロスエイジオブタイタンの世界観をモチーフとした本作デミスリボーンはアニメ超オープンワールド収集型 RPG ということで、神話や歴史、小説、オペラなどに登場する人物を現代風にアレンジし、韓国や日本など各国の有名クリエイターが協業で作品開発を行っているとのことです。最近この手の開発方式増えてきてますよね。オープンワールド系のタイトルではありますが、アクション要素があるのかエンカウント式のバトルなのかは現時点では不明ではありますが、各キャラの特徴を生かした爽快なアクションとドラッグ&ドロップを使った戦略性の高い手動ターゲティングが楽しめるとのことで、 PV 見る限りだとパニグレのようなアクションというよりかはエンカウントを採用した手動ターゲットのオートバトルのように考えられます。強いて言うなら、過去にネットマーブルよりリリースしていたテリアサーガライクなんですかね。この手のバトルは結構忙しくなるんですよね。移動先を指定して敵の攻撃をかわしつつスキルを発動させていくといった感じで、テリアサーガの場合は個別移動とパーティー全体移動を駆使しながらバトルを展開していくので、わちゃわちゃ感が半端なかったイメージがあります。あくまでも推測の域を出ないので最新情報が気になるところですが、今月16日から韓国でゲームの祭典 G スターが開催され、ネットマーブルからは本作デミスリボーンや7つの大罪オリジン、さらに RF オンライン NEXT の出展が決まっているので、最新の情報が近々公開されると思います。ぜひ本タイトルの日本展開に期待したいところです。続いてのタイトルはプロジェクト虹。リリース日は未定。ジャンルは都市型異能アクション RPG。開発はベーンプラス。プラットフォームは iOS、Android。世界観は最近流行りの都市型異能で、物語の概要は虹により侵食が進む世界で、プレイヤーは超能力研究所の所長として超能力集団を導き、街の各地で突然起こる二次色現象と戦っていくといった内容。本作は縦画面によるアクション RPG で白猫プロジェクトライクな操作性になっていると推察します。結構アクションしていて楽しめそうな内容となっており、アニメ調で描かれるキャラのデザインも良く、都市型という世界観も相まってポップな感じで明るい印象ですよね。またストーリーシーンにおいてはアニメーションで表現され、バトル中の会話については Webtoon で表現され、漫画を読んでいるようなスタイルとなってます。最近 Webtoon を採用しているタイトルが増えてきていて、ある意味開発費削減につながる良い施策なんですが、横画面のタイトルで縦読み表示が来るとちょっと入りにくいんですが、このタイトル縦画面なので Webtoon との相性が良く、違和感なく入ることができて読みやすいんですよね。バトルは3名編成でクエスト踏破型のアクションとなっていて、片手操
操作で本格的なアクションが楽しめ、キャラチェンジの際には QTE の要素やジャスト回避によるスローなど、最近のアクションゲームでは欠かせない要素がしっかりと入っていて、スキルについてはアニメ調のカットインとなっていて、縦画面ではあるものの迫力のある内容となってます。個人的には横画面派ですが、縦画面でここまでしっかりとしたアクションが楽しめる内容なので期待したいところです。近々 CBT が実施されるので、もし当選したら改めてレビューしたいと思います。続いてのタイトルは無憂。リリース日は未定、ジャンルはローグライトアクション、開発はスパークネクサ、プラットフォームは iOS、Android。開発元のスパークネクサは中国で TikTok に次ぐショート動画アプリクワイの開発元クワイ賞の完全子会社で、携わっているメンバーはもともと大手ゲームスタジオで多数の人気タイトルに携わってきたメンバーで、責任者はネットイースに所属していたりと、ゲーム開発に慣れたメンバーが集まっている開発スタジオ、またクワイ賞の資本のもとに設立しているということもあり、開発費などは潤沢にありそうな感じがします。本タイトルが初の作品となっていて、夢をテーマにしたローグライトアクションということで、プレイヤーはドリームキャッチャーとなって乱れた夢の国を仲間たちと冒険し、夢の精霊を捕まえて契約を結び、夢の怪物を倒し眠る秘密を見つけて真実を解き明かしていくという内容。かなり弾幕回避や密集性の高いローグライトアクションとなっていて、類似タイトルとして分かりやすいのがバンサバやダダサバイバーですかね。しかしながらよくあるドット絵表現ではなく、アニメ調で描かれるキャラを操作し、ローグライクゲームとしての遊びが楽しめるということで、ストア評価も高く、コメントを見ていてもポジティブな意見が多く、アニメ調でさらに夢というコンセプトとローグライトという要素がうまくマッチしているということで、前評判が良くなっている印象です。現状分かる範囲では PV から推察するしかないのですが、弾幕回避要素や無双要素などアクションとしての精密操作が要求されつつも、多彩なスキルで一掃できたり爽快感が得られそうな感じがしますね。またローグライトということで、やり込めばやり込むほど楽しさが増してくるといった感じがするので、飽きずに楽しむことが可能なのかなといった印象。ただローグライト系の難点はストーリー展開がしにくかったりするのですが、見る夢が違うという解釈でいけば、うまくローグライト系のジャンルでもストーリーを組み立てることができ、読み物としてもうまくハマれば楽しめそうな感じがします。こちらも近々ベータテストが実施される予定なので、当選したら改めてレビューしたいと思います。続いてのタイトルは逆行侵入。リリース日は未定、ジャンルはステルスアクション、開発はなんとあの着せ替えコーデでヒットを生んだミラクル2機の開発を行っているペーパーゲームス。プラットフォームは iOS、Android。ということで、開発会社のペーパーゲームスは女性向けタイトルを中心としたゲームを展開しているゲーム開発スタジオで、代表作はミラクル2機、また2機の IP を活用したオープンワールド、インフィニティ2機、さらに現在事前登録などが行われている恋と真空など様々な女性向けタイトルを展開しており、そんな開発スタジオ、ペーパーゲームス初チャレンジとなる非女性向けゲームの本作逆行侵入はステルス系でキャラのビジュアルも良く、ストア掲示板では男女問わず書き込みも多く注目されているタイトルと伺います。ただちょっと男女間での揉め事が多いみたいで、一部の掲示板ではかなりカオスというか炎上というか揉めているようです。とはいえそれだけ注目されているということで、ステルス系のモバイルゲームは結構リリースされてはいるものの、大手の開発スタジオが作るっていうよりかはインディー寄りの開発スタジオのものが多く、なかなかしっかりと楽しめるものが少なかったんですが、今回は大手のゲーム開発スタジオが携わっているということで、かなり面白そうな内容となっていそうです。PV 見ても分かる通り、敵に見つからないようにギミックを多用して敵を倒したり、罠を仕掛けてはめるといった敵の裏を突きながらステージ踏破していくといった内容となっていて、アサシンクリードライクな感じでしょうか。個人的にはかなりニヤニヤしながらプレイできそうで、結構面白そうな内容かなといった印象。またキャラデザも良いので、キャラに対する愛着も出やすく、長く遊べそうな内容かなといった感じ。ただ気になるのはマネタイズの中心要素で、こういったゲームってキャラ性能の差があまり出せないので、キャラガチャっていう感じもしないんですよね。
3すくみの要素も薄そうですし、2機を開発した会社なので、もしかしたら衣装とかですかね。マネタイズ要素も気になるし、グローバル展開されるかも気になるところなので、今後新情報があれば改めて紹介していこうと思います。続いてのタイトルはプロジェクトシグマ。リリース日は未定。ジャンルはオープンワールドオンラインマルチ RPG。開発はシグマメカニクス。プラットフォームは未定。開発元のシグマメカニクスは中国北京に拠点を置き、今年2月に設立されたばかりのゲーム開発スタジオ。開発スタッフは少数精鋭で、長期にわたるゲーム業界でのキャリアを持っており、携わってきた作品はローグライトアクションループマンサーや MMORPG 忍者タートルズオンラインなど高い技術力を持ったメンバーが揃っているとのことです。そんな開発スタジオが手掛ける本作プロジェクトシグマはアンリアルエンジン5を採用し、オープンワールド世界を舞台にオンラインマルチプレイを楽しめる三人称視点のアクション RPG となっていて、剣と銃、そしてメックを駆使しエイリアンの侵略に立ち向かうといった内容。実機プレイ映像を見る限り移動手段として壁走りやワイヤーアクションが採用されていて、パルクール系のアクションなんかもありそうな感じですね。また戦闘において銃と剣を使った基本戦術の他に一定の条件を満たすことでメカアーマーに登場することができ、高い攻撃力を持って敵をなぎ払っていくなど、無双感や爽快感など俺強えが楽しめそうな内容となってます。主なゲームコンテンツについては現時点では不明ではあるものの、 PV 見る限りオンライン要素として協力プレイが実装されており、PVP などの要素についてはまだ不明となってます。現時点で開発初期段階ということなんですが、この映像を見る限りかなりよくできてますよね。今後開発が進むにつれてもっとブラッシュアップされてくると思うので、かなり期待できるタイトルかなと思います。お伝えできる内容がそこまでないのですが、今後新情報があれば改めてお伝えしようと思います。はい、今回は新作アニメ超オープンワールド収集型 RPG デミスリボーンやミラクル2期のペーパーゲームスが送る新作ステルス探索型 RPG 逆行侵入、さらにアンリアルエンジン5を採用した本格都市型オープンワールドオンラインマルチアクション RPG プロジェクトシグマなど5本を紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。まだまだ情報が少ないタイトルもありますが、気になるタイトルは追って追加で紹介しようと思います。ということでチャンネル登録はお任せしますが、ぜひもう一本カレンゲームラボの動画を見ていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。